ちゃん、私のところにこんな劇文が届いたんだけど、そっちには来てる？劇文？なんじゃそれは。あなたのいとこの炎章からの手紙よ。はい。では見て死んでよ。トータクは許せないので、皆さんやっておしまい。あらほらさっさー。なんじゃその掛け声は。いや、なんだか言わなくちゃいけない気がしてバカなこと言っとらんでなんなのよ。この手紙を読んでたも。わらわは手紙を読むのは嫌いじゃ。はいはい。なるほど。どういうことなのじゃ？トータクさんが洛陽を制圧しちゃってるから、炎章さんはそれが許せないみたいですね。それでみんなで袋叩きにしますわよって言ってます。なんじゃそれは。妾の娘の分際でわらわにこんな手紙をよこすなんてふざけとるのじゃ。私に来たんだけどね、もっと失礼な話なのじゃ。孫作の主はわらわなんじゃぞ。わらわを無視するなんてひどいのじゃ。でもミン様、これって大陸全土の諸侯に送られてるみたいです。参加しないと後々面倒なことになっちゃいそうですよ。たとえそうじゃとしても、わらわは妾の娘の下になんぞつきたくないのじゃ。もうわがままなんだから。嫌じゃ嫌じゃ。わらわは嫌なのじゃ。でもさ、炎術ちゃん、ちょっと考えてみなさいよ。何をじゃ。これってさ、好機だと思わない？炎章が呼びかけて集まった諸侯をあなたがうまく操れるとしたら？どういうことじゃ？炎章と仲が良いふりをして連名で反東卓連合の発起人ってことにすれば、今後炎術ちゃんの発言力が強くなると思うの。それに守備よく東卓を追い払って都に入った暁には、炎術ちゃんが皇帝になることだって不可能じゃないわ。わらわが皇帝？そうそう、皇帝はすでに東卓の不物でしょ。東卓を追い払えば実権が宙に浮く。それを炎術ちゃんが握れば、あとはやりたい放題じゃない。わらわが皇皇帝、新皇帝ミュウ様万歳。やりたい放題万歳。将来義帝と呼ばれること間違いなし。わらわは皇帝になるのじゃ。なりましょう。ミュウ様、皇帝になったら蜂蜜水が飲み放題ですよ。あとごま団子とか桃まんとか食べ放題です。食べ放題かや。決めた。わらわは皇帝になるのじゃ。わらわが皇帝になった暁には、七野には杏仁豆腐で建てたお城をやるのじゃ。杏仁豆腐で建てたお城？わーい。じゃあ炎術ちゃんは参加するのね。するのじゃ。わかったわ。炎術ちゃんが参加するんだったら私たちも参加するわね。炎術ちゃんが皇帝になるために協力してあげる。良い心がけじゃな。今までの恩を返すためしっかりと働くのじゃぞ。
はいはい。ただいま。おかえり。守備は？上々すぎて拍子抜けしちゃったわ。初めは炎章が発起人ってことで渋ってたんだけど、皇帝になれるかもって言っただけであっさり参加を決めちゃった。バカすぎるわ。さもありなん。強制を張っているとはいえ、演術はわがままな小僧でしかないからの。そうだけど、でももう少し張り合いが欲しいんだけどね。復讐する対象なんだから。相手が愚かであればあるほど、それだけ楽ができるというものよ。それは分かってるけど、私の魂が満足してくれないのよ。贅沢なこと言わないの。はーい。ま、演術がバカだったおかげで独立の好機が巡ってきたのは行幸ってやつかな。いよいよね。いよいよ。ようやく孫悟独立に向けて動き出せるわ。ようやくですね。ええ、だけどまだまだ。反東卓連合に参加し、諸侯の動きを見極める必要があるわ。この戦の後に来る割拠の状況によって我らが取るべき道も変わるか。そういうこと。みんな、ここからが正念場。頼りにしてるわよ。おう。はっ。メイリン、反東卓連合に参加している諸侯ってどれぐらいいるの？発起人である袁紹とその尻馬に乗った演術を筆頭に、北方の雄公孫さん、中央より距離を置きながら着々と勢力を伸ばした曹操、先の乱で頭角を現し平原の将となった劉備、そして我らが主な軍勢となるだろうな。他にも領州連合や凶暴さんに長坊さんといった大使たちが参加していますね。さもありな。すでに五冠王朝が死に瀕している今こそ飛躍にはもってこいの時期だ。ただし全員が飛躍できるとは限らないけどね。さてさて、1年後まで生き残っていられるのはどの諸侯かしら？有能な人もいれば無能な人もいる。なかなか予測はつきませんね。まあね。メイリンはどう見てる？まず一人、人材、資金、兵力、すべてを潤沢に用意している曹操だろう。次に我ら孫悟だ。資金も兵力も充実の兆しを見せているし、人材も揃い始めている。袁紹や袁術ちゃんはどうなの？確かに袁紹の兵は強大だ。だが北方に公孫さんという強敵を抱えているし、率いる人材をうまく使いこなせていないように感じるな。袁術は
我らが倒すだろう。もちろん。なら1年後、我らの天下取りの道のりを邪魔するのは、今のところ曹操のみということになるな。なるほどね。けど私はもう一人気になる子がいるわ。劉備か？そう。義勇軍の大将だったのに、いつの間にか平原の将になり上がってる。天の時を得ているわね。そして配下には優勝知将が揃ってるって噂。人の輪もある。あとは地の利か。今のところ地の利だけが劉備にはないな。平原の東には公孫燦や袁紹、南には董卓と曹操。これでは領土の拡大はできん。しかし気になるという人物であるのは理解できる。英雄となる人物かもしれんな。うん。なら一度話してみましょうか。それが良いかもしれん。じゃあ時期を見て接触しましょう。カズト？何が変よ。最近影が薄いわよ。ほう、その考え事とやらを拝聴したいな。で、出した答えは？うん、良い答えだな。ああ、すでに動いているさ。レンファ様と郊外殿の2人がいないのに気づかないか？お二方には兼業に行ってもらってるんですよ。私たちの本拠地だったとこよ。わかるでしょ？そうしたいけどできないのよね。演術ちゃんに二心を疑われないようにしなくちゃだし。それだけではないぞ、シェレン。我らはこの戦いで知勇兼備の軍隊であるという風評を得ねばならん。しかも兵力の損失を最低限に抑えてですね。難しくはあるが、やらねばならん。まあ今回は新人や若者たちの修練の場ってことでいきましょうか。そうだ、お前を筆頭にな。そう、カズトにミンメ、シシュンにノン。まあ人数が人数だから私とメイリーも出張るけどね。幾度かの戦いをくぐり抜けてきているとはいえ、戦場では経験がものを言う。しっかり励め。やり働きをしろとは言わないからさ。まあ男としての気概は示してほしいかな。頑張ってね、新人さん。